前回もその頂き女子視察された話はしたんですけど、一応なんか情報が割と増えてきたので、本当に裏を取った話かどうかわかんないですけど、ネットに流れてるやつでいくと、ふわっちで配信していた最上愛さんという人にスパチャをしている身体障害か何かのある人で、その人と直接連絡を取るようになって、お金を貸してくれって言われて、もうお金ないよ。したらなんか消費者金融に借りてこいみたいな。消費者金融に借りるときにいろいろ借りる理由とかを聞かれるんだけど、それはこういう嘘をつけっていうのを最上愛さん側が LINE で送って、その通り言ってたんだけど、その後その消費者金融の方から収入証明を出せと言われていると。年にどれぐらい収入があるから借金ができますみたいなのが。それもなんか適当にごまかせみたいなのをその最上愛さんが送っていて、お金貸してくれないとみたいなのを LINE で送ってたらしいんですよね。ただそれがキャプチャーしてる画像自体が捏造の可能性はあるんですけど、それがそのやり取りだよというのが一応回ってきたのを僕はその場今説明してるんですけど。っていうのがあって、金を貸さないとって言われたから仕方なく貸すみたいな状況があって、お金を貸してがる側の男性の多分何らかしらの障害を持ってる方も生活費に困ってきたので、お金を返してほしいと。お金を返してほしいっていうのも返さないっていう状態で250万の返してくれという裁判をやって、最上愛さんは裁判所行かなかったので、結果としてその裁判所の債権として確定するけど、それでも LINE ブロックして返さないっていう状態だったんですよね。逃げ切るんだったら逃げ切るでいいんですけど、なぜか本人がふわっちを裁判の最中にふわっちやめたらしいんですけど、再開して山手線一周するわって言って世に出て、本人に見つかって刺されるっていう事件らしいんですね。はい。いやーだからね、お金のない人からお金絞り取っちゃダメですよね。頂き女子リリちゃんが1億3000万ぐらい引っ張ったんだっけ。確か刑務所に20年ぐらいいると思うんですけど、でもリリちゃんは刺されてないんですよ。リリちゃんの頂きマニュアルっていうのを僕読んだことあるんですけど、おじさんから引っ張る時っていうのは、引っ張って離れる時もいきなりブロックみたいな感じで連絡切っちゃうと相手が逆上してしまう場合もあるので、なのでゆっくりフェードアウトなんですよ。いきなりブロックってなるとなんだこいつってなるんですけど、 LINE は遅れると。でも返事をくれるのは1週間後とかになると、でもなんか返すって言ってるし1週間後連絡来てるからまだ誠意はあるのかなっていう誤解が相手に生まれるんですよ。最上愛さんにしろリーちゃんにしろ返さないという点では一緒なんですけど、でもリーちゃんの方は少なくとも返す気はあるのかなというふうに思わせるっていうぐらいのテクニックはあるんですよ。あとね、リリちゃんはね、全額取らないっていうのをやってたっぽいんですよね。本当にお金がない人にとってみたら、例えばじゃあ年収300万円の人から300万円取ったらすっからかんじゃないですか、貯金がないとしてね。そしたらやっぱりもう何としてでも金回収してやるぜとかっていうのでやっぱり逆上しちゃうんですけど、リリちゃんはちゃんとお金持ってるやつからしか引っ張らない。資産で3000万円持ってれますっていう人だったら1000万円引っ張ったとしても別にそういう人生活に困んないんですよ。残り2000万円まだあるから。嫌な気分だし返してほしいとは思うけど、生活に困って一緒にさして心中してやるぜみたいなとこまでいかないんですよ。そのね、安全管理っていう意味でいくとね、やっぱリリちゃん優秀なんですよね。なので、もしこれから頂き女子になろうとしてる方は、頂き女子リリちゃんのマニュアルね、ネットで探すとタダで見れると思うので、それを読んでいただいた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、あれでもね、ホストとか男性とかの営業をやる人でも読んどいた方がいいと思うんですよね。ためになるんですよ。人間というのはこのように考えるからこうした方がいいですよっていう、全員が全員そうではないんですけど、モテない男性というのはこういう傾向があるよね。なのでこのパターンだったらこう、このパターンだったらこうみたいな人間観察のね能力と、それを分析してそれに対する攻略法を分類するっていう。だからあの人はね、別の仕事をしてたとしても本当優秀だったと思うんだよね。普通に合法な営業とかしてたとしても多分普通に営業成績良かったんだと思うんだよね。なんかそういう優秀な人が刑務所に入ってしまうのはもったいない、もったいない。でも悪いことをしたので刑務所に入るべきだし、被害者の人もいるから入った方がいいと思うんですけど、でも多分20年間刑務所に入れないで普通に働かせて、その分を被害者の人に賠償させるっていう方がプラスになるんじゃないかなって気がするんですけどね。リリちゃんが20代後半だと思うんですけど、出てくる頃にはもう50手前とかで、そうするとやっぱり1億円稼いで返すできないと思うんですよね。でもリリちゃんが今出てきて多分30ぐらい、それでじゃあ10年20年必死で働いたら結構稼げると思うんですよね。
今出てくるんだったらまだそのテクニックも使えると思うんですけど、頂き女子って50だと無理じゃないですか。20代とか30代前半だったらまだその頂き女子マニュアルいけると思うんですけどっていう話で、確か20年ぐらいだった、10年だ、確か20年だと思うんだけど、結構長かったんですよ。単独犯じゃないんでね。なので違ったらすみません、はい、適当にそこら辺真実は調べてください。リリちゃんマニアではないので間違ってる可能性あります。はい、彼女が欲しいんですが、一度も彼女ができることがないため助言をいただきたいです。私は28歳の身体障害者で年収480万程度です。職業はシステム管理です。マッチアップビーツを昨年5月から実施していますが、一度もマッチしません。障害者であることをプロで伝えていることは見た目が小学1年の身長しかないことが原因でしょうか。はい、何か条件があればしてください。マッチングアプリでやるのはやめてください。マッチングアプリは基本的にはイケメンが食い散らかすためのアプリで、まっとうな普通の人というのがマッチングアプリでマッチングできるとは思わない方がいいです。10点満点でいくとだいたい8、9、10点ぐらいの人が5、6、7、8、9、10点ぐらいの女性を食い散らかすっていうのがマッチングアプリです。5点5点ぐらいの男性が12345点ぐらいの女性とマッチングできることもあるよねっていう感じで、基本的にはその男性で1点から10点までの間で5点以下4点3点2点1点の人というのはマッチングアプリで出会うということはできず、ひたすら燃料だったりとか肥料だったりとかっていうので食い物にされるだけです。はい、金持ってるっていうので行くのであれば、知り合いとか友達とかそういうところから紹介してもらった方がいいと思いますけどね。マッチングアプリで出会えるってなんでみんな誤解するんだろうね。どこでそう誤解するんだろう。マッチングアプリでブサイクで出会った人なんて僕知らんけどね。金持ってればいけますよ。めっちゃ金持ってますとか、有名な企業で勤めてますとか、スペックがある人はマッチングアプリ使えるんですけど、スペックがない男性がなんで出会えると思ってるんだろうね。実際結婚してる人がいるから、これね、男性側のスペックが高い場合なんですよ。男性のスペックが低くてマッチングアプリで結婚してる人って僕見たことないけどね。5点以下の人とはパパ活ツール、パパ活の相手を見つけるんだったりですよね。だから頂き女子の人たちとかも基本的にはマッチングアプリで釣るんですよね。マッチングアプリで5、4、3、2、1点の人たちって基本的には全然マッチングされないけど、でもなんとか女の人と出会いたいと思ってるので出会うような状況っていうのを作って、一回じゃあデートしましょうって言って、その時に次回の約束とかしようとすると、デートに行くのもちょっとお金かかって大変なんです、うちの親が病気で実はもうそんなにお金出せないんですっていうので、交通費も出せないんですよっていうので、じゃあ今日は来てくれてありがとう、じゃあ交通費ねみたいなので3000円とかもらっといて、次にデートの約束した時とかも全部おごりになって、そのための交通費の出してもらえたみたいなので、まずちょっとしたお金を出してもらうんですよ。3000円出してくれる人に対して今日はありがとう、じゃあ交通費3000円とか交通費5000円ねとかってなると、月1万円って容易なんですよ。でもわざわざ来てくれたし、別に3000円ぐらいいいよねっていう感じで、やっぱりモテない男性は渡しちゃうんですよ。女の人と一緒に2人で会うというのはすごく珍しい体験で、この関係を切り離したら次いつ誰と出会えるかわからんと。マッチングアプリですごいお金を毎月払ってて全然出会えてないのに、たまたま1人来たらやっぱその子と繋がらないともうこの先もないかもしれないみたいになるじゃないですか。っていうのなので、やっぱ3000、5000円ぐらい引っ張れちゃうんですよね。っていう感じでちょっとずつ引っ張ってちょっとずつ額が増えてっていう形で使うっていうのが頂き女子のリリちゃんのマニュアルに書いてありました。はい。なので基本的には5点以下の男性というのは女性と出会えるっていうのよりは、むしろ仮に女性と会ったとしてもそれは食い物にされるということをしているってだけの話なので知り合いとかそういうつてを使った方がいいんじゃないかなと思います。女性にお金を250万借りパクされた挙句にこうしちゃった事件ですが、普通金目当ての女って分かった時点で冷めしきると思うんですが、貢ぐのをやめれない人が多いのにびっくりしてます。なんで自分の許容範囲を超えてまでして貸したら貢ぐんでしょうか。人を信じちゃうタイプなんだと思いますよ。いい人ほど嘘をついてまで髪を巻き上げるわけがないというふうに思ってしまうんですよ。なのでいい人の方が騙されやすいんですよね。自分だったらそんなことしないっていう。悪い人って自分だったらこういう悪いことするよねっていうので逆に騙されづらいんですよ。だから僕の知り合いの性格の悪いおじさんが騙されたって話聞いたことないですからね。あの人基本的に人を騙す方なんで。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。